札幌で各地で目撃情報が続出しているクマなんですけども、例えばクマよけの鈴をただリュックにつけているだけでいいんでしょうかとですね、今日は最新の対策を徹底解説します。男性がクマに襲われた現場へと続く道は今も通行止めになっています。4月初め、美唄で人を襲う被害をきっかけに道がヒグマ注意報を発表。5月末までの目撃通報件数は過去5年間で最も多くなっています。これですよ。うわ、これクマこう歩いていったんだね。めっちゃでかくない？でかいわ。ちょっと怖いわ。食べ物に関して言えばやっぱり一番クマにとっては厳しい季節になるので、特に今ちょうどクマにとって交尾期なんですね。繁殖期なので、そういう意味もあって活動範囲が広がる。個人地域でできること、最新事情を交えてクマ対策を考えます。まずは土まんじゅうという言葉を聞いたことはありますでしょうか。これは札幌でも見つかったクマの痕跡で、この痕跡を見かけたら直ちにその場から立ち去らなければいけないという危険なサインでもあるんです。何が土まんじゅう、ちょっと見にくいんですが、この黄色で囲われた枠、この中がちょっと葉っぱが多くなっていて盛り上がっているんですね。ちょっと写真では見づらいんですが、実は今回貴重な映像が入手できました。こちらをご覧ください。この言葉を初めて聞いたという方もね、いらっしゃると思います。こちらがその土まんじゅうというところなんですが、真ん中は盛り上がっています。わかりますか？はい、草がこうどんどんかぶさっている状態で、その場がまんじゅうのような形で盛り上がっているということなんですが、夜になるとクマが現れました。午後7時頃、この右側にある土まんじゅうから何かを引っ張り出しているんですが、何かと言いますと鹿なんです。この土の中に鹿が埋まってたってことですか？そうなんです。このヒグマがこの草の中に鹿を入れて隠していたんです。それを夜引っ張り出してきて食べるという。ヒグマそんなことまでするんですか？そうなんです。このこんもり盛り上がっている中に、餌が入っているということで、これが危険なサインだという。これが土まんじゅうで、しかも札幌でも目撃がされているということです。こういうのを土まんじゅう、土まんじゅう、土のまんじゅうというんですね。そもそもこの土まんじゅうとはどういったものなのか、専門家によると、ヒグマというのはそもそも大事なものを隠し持っておく習性があるんです。そして食べ物への執着心は強い。一般的なクマは慎重で臆病なんです。すなわちどういうことかと言いますと、一番栄養価の高いいい食べ物が手に入ったので大事に取っておきたいという気持ちにヒグマもなるそうなんですね。それで自分でああいう木の根元かなんかに肉を置いて土をかぶせていくってことをするんですか？だからそこに近づくと危険っていうことなんですね。まさにその通りなんです。ちょっとだから人間の感覚に例えるのが正しいか分かりませんが、何か宝物を見つけてそれを誰にも見かけられないところに大切に取っておくっていう、そことちょっと似てるかもしれませんね。じゃあ木の根元がこう盛り上がってるところを見つけたら、これはかなり危険だぞってことなんですか？まさにその通りなんです。土まんじゅうに気をつけなければいけない。実際に札幌南区でも発見をされています。ではなぜここ最近都市部、札幌や千歳などでも痕跡が見つかっているのか。札幌でも見つかってるんですね。札幌で鹿が増えているっていうのが一つの要因だということなんですね。鹿をやっぱり餌にするクマがいるというところであります。で、土まんじゅうを作るクマというのは人が見えてもその場から離れようとしないというのは、これはなぜか理由は分かりますか？もうあれ人を全然恐れてないってことなんですか？というよりも、実はこの先ほど出たようにとにかく食べ物への執着心が強いので、自分のものなので人が例えば現れたとしてもその人に奪い取られたくないという気持ちもおそらく働くんではないかというところですね。もうとにかく自分のものを死守したいという気持ちが働いている。ちょっと待ってください。でもクマってそもそも肉食なんですか？そもそも昆虫だとか、木の実を食べているわけなんですよね。そうやって過ごしてきたんです。ただ最近ちょっと生態が変化してきました。こちらです。鹿を食べる雑食のクマというのが増えてきたんですよね。
もうこれはやはり生えている植物だとかそういったものの変化も背景にはあるものだと思います。で、福永さんが言った通り鹿を食べるっていうのがちょっと珍しいという感覚がもしかしたらあるかもしれませんが、ただ住宅街で今鹿が増えてますよね。だからこそこの鹿を食べるクマというのはどんどんこう街中に今おびき出されているような状態になってしまっているんです。鹿が増えて街に出てくることによってそれを追いかけてると。そうなんです、そうなんです。これでもちょっと怖いのが、もちろん鹿もそうなんですけど、その肉を食べることになると、じゃあいずれは人間のこともね、遭遇してびっくりしてパニックになって襲うっていうよりも捕食の対象として見るっていう恐れもあるんですかね。よく一般的に言われるのは、そう人間の味をこう覚えてしまったクマというのは危険だというふうには言われますけれども、もしかしたら近い将来そういう可能性もあるのかもしれないかっていうのは分かんないですよね。でとにかく山開きが今月ピークを迎えますし、自然公園などでのイベントも増えてきますから、何かしらの対策をしなければいけないという話になりますね。では対策というのはどういうものなのか、遭遇しないということが一番大切です。一人で行動しないこと、音を出すこと、匂いを出さないこと、熊よけの鈴なんかつけましょうというのはよく言われてますよね。まさに今言われていますが、ただそういった鈴も含めて上手に活用しないとちょっと話が変わってきますというところなんですね。ただつけるだけじゃなくて活用しなきゃいけないんですか。そうなんです。熊鈴に関しても実は熊鈴をつけているだけではダメっていう落とし穴があるんですね。はい。これは一体どういうことなのか、事例も交えてこの後詳しくお伝えします。一旦コマーシャルです。熊対策最前線、熊鈴の落とし穴についてお伝えします。福永さん、ハイキングなど山あいに入るときに熊鈴を持っていくと思いますが、鈴はどのようにつけますか。いや、これでいいんですか。これ、ぜひ。いや、どのようにというのはこれ鈴ですよね。鈴ですね。これは腰につけてもいいですし、なんかこうリュックのこうねかけられるようなところにつければいいんじゃないですか。こうやってね。そうですね。ちょっと不器用でごめんなさい。こうつければいいんじゃないかなと思うんですけど。ただですね、実はこれでは万全ではない。こうやってる方多いんじゃないんですか。お話をお伝えします。プロの方に伺いましたが、実は熊鈴、プロの方はこのように使ってるんですね。1個ではなく複数の鈴を並べて持ち歩いているそうなんです。並べて持ち歩く。はい。ということでどういったことかと言いますと、そもそもこの付け方でももちろん音が鳴りますので最低限の対策にはなるんですけれども、例えば初心者の方が山あいに入る時というのはやっぱり歩くスピードはどうしてもゆっくりになりますよね。となるとこう揺れるのもゆっくりなんですよ。動いた時になりますからね。そうです。これぐらいのテンポで行く。でこのスピードなんだったらプロの方はこれをお勧めします。近くにまた別の鈴を置いてくださいと。でもうこの状態で鈴同士がぶつかり合ってより大きな音が鳴ったりだとか、これだったら多少少し揺れただけであったとしても触れ合って音が出ますよね。やっぱり常に音が出ている状態を作り出さないといけないということです。ただ1個つければいいっていう話でもなくて、じゃあそういう意味でも一人で行動するよりも複数人で行動した方がより鈴が鳴っている時間が長くなる。ます。そして皆さんもそれぞれ複数個ずつつけていくっていうのが万全の対策なんですね。2個3個。そうなんです。つける必要があります。常に鳴ってる状態がいい。そしてもう一つ、ただつけているだけではなくてあえて鳴らす瞬間というのもあるそうなんですね。それはカーブの手前です。カーブの手前、これはどういう瞬間かというと想像していただいたら分かりますが、自分が進む先が四角になっている時ですね。カーブだから見えないですもんね。そうなんです。先が見えない時にはあえてもうこのように鈴を手に持って大きく鳴らして自ら鳴らしに行こうって。そうです。じゃあつける場所も横なのか手が届く場所の方が本来いいっていうこと。腰とかにつけてばいいのかな。はい、そうですね。だからまさに自然と鳴らしつつも手で自分で鳴らすというこの2つの両技ですね。これじゃあ今ご覧になってる方で自分はちょっと山とかには行かないけども、お知り合いが行くときに鈴の付け方気をつけた方がいいよってちょっと教えてあげてもいいかもしれないですね。熊鈴の落とし穴をお伝えしましたが、ではもう一つの対策、匂いを出さないというのもとても大切になってきます。熊は犬以上に嗅覚が鋭いです。特に夏は匂いで餌や交尾相手を探し求めますので鼻が敏感になっています。では匂いを出さないためにどうすればいいのか VTR をご覧ください。数キロぐらいであれば感じ取って、
そこにやってきますので、やっぱりこう生ゴミ、とか残飯とか、そういうのも好きですので、それが人の手によって与えられたというふうに学習すると、人を襲ってでも食べようと、そうならないように、人のものを口にさせないっていうのが大事ですよね。道内のキャンプ場や国立公園では匂いを出さないよう施設内にある鉄製の保管箱を利用したり、車内で食料を管理したりするよう呼びかけています。また食料を管理する道具としてアウトドアショップでも販売されているものがあります。それがフードコンテナと呼ばれるもの。熊の多い知床などではレンタルをしているところもあるそうです。店員の方に使い方を聞いてみると、とても頑丈にできてまして、食品の匂いを漏らさずに、かつ熊に対しての攻撃にも、耐えられるような丈夫な容器になってまして、素材としては結構しっかり厚手の樹脂製のもので、熊に対しての攻撃ももちろん耐えれますし、蓋も簡単には開けられない構造になってますので、熊が強引に壊してしまってということで中身を出される心配はほぼないかなと思います。登山をされる方ですとか、熊の多いところに行く方に備える方は結構いらっしゃいます。一度人が出したものを熊が食べてしまうと、人は餌をくれる人だといいますか、餌を与えてくれる存在だというふうに認識をされてしまうという。人を見たら餌持ってるぞっていう。ただあれですよね、やっぱりちょっとこう取り出して食べたいなんていうふうに思ってる方もいらっしゃいますが、本当に匂い出さないように気をつけなきゃいけないですね。気をつけなければいけません。プロの方に聞きました。キッチン用保存袋を数枚重ねたり、あとドリンクボトルに詰めるという方法もあるそうです。密閉に近い状態にするんですね。そうですね。でどういったことかと言いますと、こちらで実演をしてみますけれども、おにぎりだったりこういったものを袋に入れて持ち歩くかとは思うんですけれども、こう一つの袋で入れて満足するのではなくて、ここでちゃんとまず封をしますね。とにかくそれから匂いが出ないように。そして大きめの袋の中に再びこうやって入れて、ここもしっかりと封をするという、これぐらいの対策が、必要になってきます。あとはもう食べた後の袋なんかもこっちにしまった方がいいんでしょうね。入れた方がいいでしょうね。もちろんポイ捨てなんか絶対ダメですけど。そしてお隣にこちらドリンクカップホルダーですね。ドリンクホルダーですね。ドリンクボトルがありますが、この中に飲み物ではなくこういった食べ物を入れてちゃんと密封をするという方法もあるということですね。そして福山さん、食べたくなるっていう先ほどまさに話をしてました。もちろんね、そうなんですけれども、食べる場所なんですが、周りの視野を確保しなければいけないということでした。やっぱり笹の近く、草藪の近くで食べてしまうと危険なので、周りがちゃんと見えるところで食べるということですね。いろいろ考えなきゃいけないですね。さてこれまでは我々ができる対策についてお伝えをしましたが、実は地域でできること、電気柵や追い払い装置、実はこれ貸し出しなどもやっているそうなんです。住宅街でももう出始めてますからね。さらに先月スタートした旭川最新追い払い装置、これ AI を使ったものすごいものが出てきております。4時50分過ぎに再び熊対策特集をお送りします。さて緊急特集、熊に関してですが、この時間は AI を使った最新の熊対策についてお伝えしますが、その前に番組冒頭でもお伝えしましたが、土まんじゅうという熊の痕跡、これは初めて聞いたという方もねたくさんいらっしゃると思うんですけど、札幌でも発見されたものなんですね。これをもし見かけたら相当今危機が迫ってますよってことなんですね。ちょっと写真では分かりにくいので改めて映像でご覧いただきます。こちらが昼間の映像なんですが、出ますでしょうかね。こちらが昼間の映像なんですが、こんもりと土が盛り上がっている奥の部分が、これが土まんじゅうというものなんですね。草がこう上に乗っていることが多いです。で、中に何が入っているのかというのが問題なんです。夜になるとヒグマが現れました。右側にある土まんじゅうの中から出してきたのは鹿でした。鹿を自ら埋めてたんですね。そうなんです。自分が獲物として、捕獲した、自分が取った鹿を食べきれないということで草の中に隠しておいたということなんですね。だからこんもりと盛り上がっている土まんじゅうなんですが、見かけたら熊からしたら自分の獲物が取られるかもしれないという感覚になって人は襲われる可能性がありますので、直ちに
逃げなければいけない。これが山のレジャーシーズンですけど、本当にこれを見かけたら皆さんすぐに逃げた方がいいってことですね。クマは本当に食べ物に執着する生き物でもあります。さてこの時間我々個人でできることでは限界があるというお話をしてまいります。地域でできることというものなんですが、電気柵やあと追い払い装置というもの、例えば家につけたいだとか、そういった時にこれどうしたらいいんだろうというところなんですが、高額でしょうしね、何よりも貸し出しなどを行っているんですね。札幌市は補助金の購入金額の2分の1を補助するということなんですね。最大4万円です。で貸し出しに関しては無償だそうなんですが、家庭菜園で例えば被害に遭っただとか、被害に遭う可能性が高い場合は無償でということです。で今年度を伺いますとまだ申請は受け付けられるということです。もちろん申請したら全てが通るわけではないんですけれども、まだ余裕はあるということなんですね。そしてもう一つ追い払い装置という、これクマが嫌いな音を出す装置なんですけれども、芽室町では補助金の購入金額の3分の1補助すると、補助金ですね、購入金額の3分の1を補助するということで、購入前の貸し出しも実施しているということですね。こういった地域ぐるみでこういった取り組みをしているところもあると。ちょっと町内会でどうですかなんて話もしてもいいのかもしれないですけどね。そして先月スタートしたのがこの下なんですが、旭川最新追い払い装置の実験。最新のもの実験、これは AI を使っています。一体どういうものなのかご覧いただきます。山のふもとの住宅街へ抜けるトンネルの横、そこにその装置が設置されていました。機械がこちらになります。これがくまドンの今試験しているAI の検知ユニットがこちらの機械で、音を発砲する方の本機の機械がこちらの機械になります。従来はクマ以外の動物や車にも実は反応してしまっていたんですね。クマとクマが喧嘩したりとかした時に威嚇したりとかするウーチュウナリオンのサンプリングしたりとか、そこら辺の音に近づけたような音を出すっていうことで、クマが苦手な低周波の音を出す装置なんですが、これが AI によってクマか人か車かそういったものを見分けてくれる。住宅をターゲットにするとやっぱ5検知とかでボーボーなってたらうるさいじゃないですか。でやっぱそういうのもあるので、できるだけ本当にクマって確認できたものに対して発砲するっていうのがやっぱできた方が、住宅街だと迷惑をかけない。最終的にはやっぱり住宅地とかに寄せ付けない砦みたいな役割を果たしてくれるといいのかなとは思ってます。ということで、もともとやはりああいった低周波の音を出しますともちろん人間にも聞こえるわけですから、ちょっと近所迷惑になる可能性もあったわけです、ね。今テレビで見る限りそこまで大きな音には感じなかったんですけど、実際は結構大きな音なんですかね。そうですね、音も大きさもそうなんですけれども、車もそうですし、ちょっと木が揺れるとそのことに反応してずっと鳴り続くっていうこともありましたので、そういったところを AI がうまく制御してくれるという時代になったわけです、ね。あの音をね、なんですか、熊よけの鈴と一緒に出しながら歩けたらいいなとかって思いますね。一つありますが、そうなっていないという何かの理由ももしかしたらあるかもしれないんですけど、これからいろいろ開発されていくのか分かんない。今ご覧いただいたのは実験が行われているということで、これから徐々に広まっていくのではないかというところではあります。最後に、専門家に聞きました。人を襲うクマが今注目をされていますが、大前提として道内にヒグマは1万頭いますので、この人を襲うクマが一般化することはないということなんですね。そもそものクマの習性は人の存在から離れるように基本的には行動していますから、我々人間としてはそもそもクマに出会わないための知識を持つ、生態や習性をしっかりと理解して山に入っていくだとか日常生活することが大切になってくるということです。クマに出会わない対策をこの時期取る必要があります。